にちは。今回は当時マタンザブローは仮面ライダーになりたい第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。本物のライダー来てくれ。殺される。その大きな頭どうやって収まってたんや。もうウルトラマン呼ぶしかないだろ。イデオン弾を地球に撃ち込もう。威力やべえ。ドラゴンボール始まった。パワーが違いすぎる。あかんレベルが違う。パワーが団地だ。生き物として全然違うやん。こんなん無理無理無理。強さが別格すぎる。怪人はちゃんと怪人と呼べるレベルの威力出せるか。当たったら死ぬ。当たらなければどうということはない。勝てる気がしない。怪人がラスボス並みに強いな。土下座して改造手術してもらうしか。その要素全くないな。こうなったらもうゴールドプラチナムに頼るしか。登場人物がやべえの視界ね。タックルがまともに見える。ライダーマンが一番一般人に近かったよね。でも一人増えたくらいじゃ無理やろ。戦力差が圧倒的すぎる。ライダーマンの役者さんは役が決まって家に帰った時に家族に行けなかったとか。本当は V3 やりたくて平山プロデューサーまで直談判に行ったけどオーディションで落ちたんだよね。それでライダーマン役になったと。ライダーマンってなんや、聞いたことないわ。ショッカーに腕を奪われた義手の人間。この町には住みたくないな。俺さ仮面ライダーだ。俺はショッカーだって言ってる。頭のおかしいコスプレした大人が若者顔で徘徊してる街なんて嫌だ。シバットマンせやな。雲男の本気か。本気出した。原作より強そうなんだが。早く逃げろとあれほど。雲男が嫉妬マスクになってしまうのか。戦車より強いやつにどう勝つんだよ。怪人って強かったんだね。脱骨してんのかと思ったら力解放したのか。うわー完全体来た。ライダーマンが長話してるからめっちゃ嬉しそう。もしかして感動してる。これがお待ちかね 100%。 黒巻高校かよ。目が輝いとるやないかい。喜んでるだろお前ら。こいつら感動が勝ってやがる。野球漫画の構図になった。サルマンみたいな絵になってる。30分が早い。ショッカーだけがいてライダーがコスプレしかいない世界。今までショッカーは何やってたんだ。ピンチなのに嬉しそうやんけ。意外と良作だったか。2話くらい見逃してるからネット保管せんとな。おっさんが殴ってもダメージ通らないんじゃ倒すのは無理やろ。何かしらパワーアップイベントが必要。いやー面白い。テンポよくてほんと30分早すぎる。今週もめちゃめちゃ濃い内容だった。満足感がすげえ。完全な怪人相手に勝てへんやろ。本物のライダーでも来ないと勝てないだろ。なんつうイカれたアニメだ。ここからこいつら生き残れるの。戦闘力は圧倒的なわけだけども。リアルで怪人おるのに本物の仮面ライダーはおらんのかい。やっとアクション描けるスタッフ。こっちに取られてません。かなりテンポ速いけどそれでもこれ1クールでギリいいとこまでいけるかな。2クールらしいけどこの世界ってライダーおらんのに怪人とショッカーはおるって地味に積んでない。ほんまそう。でも別にそんな悪いことしてなさそうだしな。そこが肝でな。ショッカーたちは普通に社会生活に溶け込んでるし、なんなら人間の異常者の方が人殺してるし。そもそもライダー組がそのあたりのこと悠長に構えすぎやろ。なんか先生が一番まともに見えてきた。ツッコミ役は常識人という風潮。公衆の面前でいきなり脱ぐ異常者だぞ。ライダーは戦隊みたいに終わらないといいな。戦隊打ち切りは子供向けには作らないで大人向けコンテンツで媒体を変えるってことなのではないかな。定期更新的な。本日の電波投げ。隅落としからのエメラルドフロージョン。首から落とすスリングブレイド。失敗。毎回濃すぎるわ。愛で洗脳を解けるなら洗脳も大したことないのでは。熱すぎる。雲男強すぎじゃね。怪人、改造人間だぞ。ただの人間が勝てるわけがない。例外あり。5話もやべえな。
V3 をめぐる兄弟喧嘩面白すぎだろ。空怪人も笑うわ。戦闘員は相手じゃないが、逆に怪人にはどうやって勝つんだって感じか。なんやこれ、なんやこれ。怪人はガチなのにギャグ&ラブコメしてる場合ちゃうやろ。本物の仮面ライダーがいないのに魂だけで勝てるのか。この話始まってずっと思ってた。やりたいライダー役がかぶったらどうすんのについて答えが出てよかった。強い方が取るってことね。普通は本物のショッカーで敵ちゃうと冷めるもんだが、これは面白さが増してくな。すごい。ちょっと待って、全部ライブ感。いや、勢いで言ってない。30分早すぎない？よくここまで茶番に付き合ってたよな、雲男。もしかして改装してないで逃げるべきだった。怪人に会えて嬉しいだろ。主人公なんてライダーになるべく鍛え続けてそのまま孤独死する未来がよぎってたところで、本物のショッカーが出てきたらそりゃ嬉しいだろう。ライダーコンテンツの火力高いオタク2名はともかく、ショッカーが復讐対象であるはずの2名も感動してるように見えるのですが、もしかしてユカリスが一番まともなのか。ライダーごっこでお前ライダーマンなってやるのはどこの家庭でもありそうである。店長のガムの攻撃がマジですごい。あんなのよく個人で作れたよな。あの兄貴と絶縁しないライダーマン弟は聖人かよ。持った気球がすぐ旗にいるそこで、ライダーマン誕生日は嬉しそうに話してた狂人だぞ。いろいろあるにしてもやっぱり兄弟しか悪の秘密組織を知らない。2人で一緒に戦うしかないってのは根底にあるだろうからな。ショッカーに身内殺されてるがち被害者だしな。強盗に襲撃された時兄貴 V3 みたいな動きしてたけど、ハマったのは祖母殺された後なのか。ライダーマンは他と違って文明の力使ってて偉いな。ライダーマンはほぼ生身で、カセットアーマだけの異常者だしね。知らなかったんだけど、硫酸プールで右手を失うとかすげえ設定えぐいねライダーマン。昭和だしま。ライダーマンの宿敵は行楽寿司って恐ろしい技使ってくるぞ。デストロン名義の年賀状も送ってくるぞ。ライダーマスクの質感すげえな。正直 V3 と自分を思い込んでる異常者のピンチを一号と自分を思い込んでる異常者がキャッチして救う展開は熱かったよ。 V3 男は死を覚悟した後に東島にキャッチしてもらえたけど、東島は公園の石垣に叩きつけられたのに平気でやばい。雲男は本気出してワイヤー切らずに縄抜けでワイヤー外してたから、本気出しても戦車よりは弱いってことかな。というか店長、そんな軍事企画品持ってこれるとか何者なんだよ。まあそういうツールサポートないと普通に死ねるやつだけど、怪人の戦闘力、基本攻撃をもらったら死ぬバランスだし。前コンビニで戦闘員とかしてたやつ使われたらイチコロだよな。今回のショッカー戦闘員は弱かったな。素体が悪かったか。女子プロレスラーのショッカー戦闘員はめっちゃ強かったから、素体の差は大きい。改造人間もだけど戦闘員のコスモなんなんだよ。ただのタイツじゃないのかよあれ。いやガチで変身してるじゃん。ライダー側の動機はみんな超人だからで納得するけど、ショッカー戦闘員側はなんでショッカーになったんだろうな。力が欲しかったとか社会に不満があるとかそんな理由でやってるのかな。ショッカーは何したいんだよ。まず組織あるのかよ。ユカリスがショッカーになった理由は気になるわ。ショッカーが好きな天才が組織を本当に作って怪人を作る技術を生み出したとかでも、世界観的には不思議じゃないのが。宮内博さん新記録音アーカイブ。だいぶお辛そうだから新ロックだと思うよ。藤岡さんも新ロックだったし。雲男ええな。雲男かっけー。雲男が本性を表した時めちゃくちゃヤバい状況なのに、何か4人が嬉しそうなのがまたおかしい。まだ実害はない自称1号と自称タックルはともかく、祖父母殺されてる自称 V3 と自称ライダーマンは喜ぶなよ。僕のライダーマン泣かれなかったな。それがちょっと残念。自分も思ったけど、あれ死んだ時の歌でもあるんだよな。ユカリスが死ななくてよかった。最初の怪人は雲なのはもはや様式美か。あんなイケメンなくも男初めて見たぞ。V3 一家は何なんだよ。全員超人とかアーババーの地下
まあ今いる狂人たちも怪人の攻撃もろにもらえば死ぬしな。変身だからって言ってたけど、ライダーマンってヘルメットはともかく、下のスーツはどういう原理で出てくるんだ。兄貴と東島はいろいろ似てるね。女性へのあれこれとか。ゆり子先生の無敵の電波投げが破られたのがショック。雲怪人なんて強さだ。本家の電波投げも冷め切ったしかし人以外には効かなかったんで。一般人からしたらそれが普通なんだよね。じゃあガチのライダーたちってどんだけ強いんだよってなる。パンチ力やキック力がトン表示される連中だぞ。弟をライダーマンにするために左腕を折る兄貴。俺が V3 になるために家族であるお前は死ねとはならなかったのが奇跡だ。海藻で溶かされたライダーマンの腕と折られた腕違うんじゃって思ったけど、優しさだったか。さすが兄貴だぜ。怪人は戦闘員を強制的に操れるのか。厄介だな。ガチの生命の危機にあるんだが、そんなことはどうでもいい狂人たち。今まで人生全部生きてるけど生きてないみたいな状態だったんだから、今もととうの人生を満喫する以外のことは自分の生死も含めてどうでもいいんだろう。スーパーヒーロー隊もお休みで寂しかったから、ライダー成分摂取できて助かったぜ。若干狂ってるけど。宮内さんの出番が多くて嬉しい番組。面白すぎる。個人的に今季一番。本当だったらライダーマンに習って腕落としてもらいたかったって抜かす兄貴に、顔面パンチで済ます弟も弟でイカれてる。状況の変化に感情が追いつかない。マジで面白すぎるわ。毎週俺は何を見せられてるんだろう。笑い。ショッカーの彼女と仮面ライダーの中間で揺れ動く男を半分だけ改造された人間ライダーマンとして配置するの天才だぜ。この世界のショッカー軍団はテレビ番組の仮面ライダーを参考に誰かが作った存在なのかな。とはいえ奇襲以外で怪人に太刀打ちできる可能性はなさそうだし、どう切り抜けるんだろう。下手したら仮面ライダー本編よりも怪人が強くて怖く見える作品かもしれない。異常者の自分語りとのんけで放置された雲男さんをいよいよ本気を出せるかな。本物の怪人相手に本物の異常者たちは太刀打ちできるのか。怪人はちゃんと強くてヤバいのに、こっちも大概ヤバいやつらなのな。改めて見ても、変身してる怪人は本物で驚いてるライダーたちは全員自称の異常者とか。どんな状況なんだよこれ。エンドカード雲男。東映特撮で怪人デザインしてくれてる圭介先生のエンドカードだ。本家日朝でデザインやってる人のエンドカードでしか取れない栄養がある。怪人のデザイナーがエンドカードのイラストを描くとは。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。